どうもこんにちは。靴が完成しました。いきなりなんですけど、制作動画全く上げてなかったんですけど、合間を縫って進めていた靴が完成しました。この靴何かというとですね、特徴は球磨革です。そしてラバーソールですね。この靴は実験台という意味も含めて自分用に作ってた靴で完成したので、どんな靴なのか解説していきます。この靴実はアッパーを新コードマンの靴と同じ時に作ってました。でその理由としては、まずこれは僕の私欲なんですけど、雨の時に履けるラバーソールの靴が欲しかった、そしてカジュアルめな黒い靴が欲しかったっていうのがまずあります。でその他に実験的な理由として、パターンがこれ共通してます。新コードマンのものと比べてみると、この靴はカントリーな靴ということで、この辺の後ろの辺りのデザインがカントリーシューズから来てるようなデザインなんですよ。そして外歯止めを使って、でウェルトもダブルウェルトでちょっとどっしりとした印象です。でパターンが同じで、こっちもこのラインとか一緒なんですよ。っていうか型紙同じものを使ってるんですね。歯止めも一緒です。で違うのがこのキャップなのかウィングチップなのかということで、2種類をちょっと作ってみました。でもうちょいディティール見ると、コードマンの方は距離を離したダブルステッチになってますね。一方でこっちの球磨革の方は距離を詰めたトリプルステッチプラスギザギザカット、ギンピングを入れてます。この辺はちょっと球磨革の雰囲気に合わせてこんな風にやってみました。パターンは同じなんですけど、ステッチと革のカットで変化をつけてみました。でこの辺は本当一緒ですね。歯止め、コードバンの方は革に合わせて茶色っぽい銅の歯止め、こっちは黒の歯止めですね。あともう一つ新コードバンとの違いはこのキャップ部分なんですけど、ここダブルキャップになってます。よくやるのは革をこのバンプとキャップ部分はここで継ぐんですけど、これ継いでなくて、バンプ部分も全部つま先まであります。その上につま先のキャップが乗っかっているという感じで、こっちの新コードバンの方はダブルにはなってなくてつないでいるので、革の厚み分少しボリューム感が違うんですよね。革が2枚重なってる分、こっちの黒い方が少しつま先にボリューム感があります。木型同じなんですけどね。でこの靴は去年作ったナンバー8ブラックベアダービーとほとんど同じ感じです。パターンはちょっと違うんですけど、かなり似てます。今までいろんな靴を作ってくる中で、結構こういったドレスな雰囲気もありつつもちょっとカジュアルな感じ漂うトリッカーズとか、あの辺のなんかカントリーな感じが好きだなってやっぱり再確認して、結構こういう靴を最近よく作ってるんですよ。デザインも今回ナンバー8ブラックベアダービーとほぼ同じなので兄弟のような靴なんですけど、このコードバンの靴のパターンを共通化してちょっと作ってみました。まず球磨革どんなエイジングするのかちょっと自分で確かめてみたかったっていうのもあります。それとラバーソールですね。これビブランのリッジュタイプのソールをつけました。でラバーソールは手縫いがなかなか厳しいので、今回はこれくぐ仕立てです。出し縫いは機械で縫ってます。僕は機械使えないので、出し縫い屋さん持ってって縫ってもらったんですけど、そのラバーソールをつけてみるっていうことと、くぐ仕立てでやってみるっていうのを試してみました。今までもラバーソールつけたことあったんですけど、今回改めて製品化も視野に入れて試作してみました。でラバーソールは手で縫うとかぎ針とかを使って縫えばいけるみたいなんですけど、僕はやったことがないです。革のように出し針で穴を開けて、そこに穴が開いた状態で糸を通そうと思っても、ゴムなんで一回穴開けてもその穴を開けた針を抜くと戻っちゃうんですよね。閉じちゃう。だから糸が通りにくくて出し縫いがかなり厳しいんですよ。なのでフルハンドでラバーっていうのは基本的にはないですね。今回ラバーソールつけてみたかったので機械縫いをお願いしました。ウェルトから見るとこんな感じで、このエッジがギザギザしてますよね。これは僕が縫い終わった後にウィールをかけて模様をつけてます。この奥に見えるのが縫い目です。今回はそんなに細かく縫わないでいいとお願いしたので、これぐらいなんですけど、機械縫いでももっと細かくは縫えるみたいですね。やっぱりこの辺はこの出し縫いの均一さ、緻密さ、このウェルトとの一体感っていうのは及ばないんですけど、見た目的にも機能的にもこの機械縫いでも十分いいものはできます。このフルハンドで出し縫いまで手で縫うっていうのは
結構趣味的領域なので、靴の実用性で言うならば機械縫いで全く問題ない。むしろこういったラバーソールの場合は機械縫いの方がいいですね。ちょっと今回試してみたのが、ここのライニング、シューツリーの穴から覗くように縦の機種ロゴを入れてみました。そしてライニングが緑ですね。こんな感じで緑ライニング使ってみました。この黒の中に緑と金色が見えてるっていうのがなかなかおしゃれです。ということで、こうやってくぶ仕立てで作ってみました。これは今年開始予定の MTO を視野に入れた実験で、これまだ全然決まってはいないんですけど、 MTO 今のところくぶ仕立てがベースでオプションとしてフルハンドが選べるような感じにしようかなと計画しているので、くぶ仕立てでどんな風になるかを確かめてみました。確かにこの全て手縫いでやるっていうこのソールのアッパーへの食いつき感というか、このディティールの緻密さ、この手作業が詰まっている感じっていうのは確かに雰囲気はあるんですけど、これでもかなりいいレベルに達してて、一般的に多くある既成靴の雰囲気とは結構一線を画したものができるなという感じがしましたね。やっぱり大きな違いとしては、木型と手で釣り込むこと、そして手でベルトを縫い付けることがかなりこの見た目の雰囲気に大きく作用してて、この立体感、作り込まれたような雰囲気っていうのはフルハンド、出し縫いまで手で縫わなくてもかなりいいレベルまで達せるなという体感を得ましたね。ということで、ラバーソールの靴ができました。僕ラバーソールの靴ほぼ持ってないので、今回これができてかなり活躍してくれそうな気がします。あと今年から八ヶ岳の方に行くので、レザーソールの靴ね、履く機会が多分極端に減るんですよね。その代わりラバーソールの靴は天気に関係なく履く機会が増えそうなので、こっちのコードバンと同じくこっちのクマの方もエイジングレポートできたらなと思います。 MTO についても少しずつですが進めていってますので、続報をお待ちください。それではまた。